皆さんこんにちは、五戸美希です。今日のテーマはナレーションです。ナレーションの中でも特に抑揚を解説していきたいと思います。抑揚はめちゃめちゃ大事ですね。はい。抑揚が全然ないと棒読みに聞こえますし、抑揚がやりすぎるとやっぱちょっと気持ち悪いは言い過ぎかな。ちょっと違和感になりますね。はい。じゃあ今日はこちらの原稿でやってみたいと思います。こちらは架空の番宣ですね。架空の映画賞を中継する架空の番組の宣伝 CM 原稿になります。じゃあこちらの原稿で抑揚がないバージョンまずやってみたいと思います。前半でいきますね。今年で35回目を迎える日本映画アワード、その授賞式の模様を時間の許す限りお届けします。こうなるとちょっとロボットみたいですね。では抑揚が過剰やりすぎなバージョンもやってみたいと思います。今年で35回目を迎える日本映画アワード、その授賞式の模様を時間の許す限りお届けします。こうなってしまうと聞きづらくなってしまうということですね。では抑揚が自然なバージョン、ナレーションとして納品するようなバージョンですね。ちょっとやってみたいと思います。ちょっと整いますね。参ります。今年で35回目を迎える日本映画アワード、その授賞式の模様を時間の許す限りお届けします。番組の進行を務めるのは映画評論家の A さん。A さんによる受賞者スペシャルインタビューもどうぞお楽しみに。こんな感じでしょうか？ちゃんとできてましたでしょうか？では抑揚の解説していきます。スピーチトレーニング。抑揚の解説その1、抑揚とはですね、抑揚は何かと言いますと、これイントネーションとも言いまして、イントネーションを言語学的に説明しますと、話し言葉や朗読などにおける声の高さの時間的変化のことですね。で、断定ですとか疑問、そういったことを明示したり、感情の表出をする、感情を表すので、内容理解への影響が大きいということですね。内容にとても関わってくるので、めちゃめちゃ重要だということです。例えば、そうですかという言葉ありますね。こちら、そうですかって同じ言葉なのに、イントネーション、抑揚で意味が変わってくるということたくさんあります。ちょっとやってみますね。そうですか。そうですか。これ一つ目ですね。次二つ目。そうですか。そうですか。続いて三つ目。そうですか。そうですか。はい、全然意味が違いますよね。まず一つ目、最初のそうですか、これは納得、わかりましたのそうですかですけれども、2回目にやりましたそうですか、これは残念そうですよね。ああ、そうですかとか、いやーそうですか、これ残念そうですね。続きまして疑問だな、納得がいかないなっていう時はそうですか、これ猜疑心になるそうですかっていうのもありますし、そうですかそうですかねみたいな感じのもありますね。はい、イントネーションによって意味はすごく変わる、抑揚はとても重要です。スピーチトレーニング。抑揚の解説その2、日本語の基本の抑揚です。基本的には高く入って低く終わる、これが基本ですね。冒頭高く文末低い、冒頭高く助詞低い、これが基本になります。例外はもちろんありますけれども、基本をまずしっかり身につけるというのが大事ですね。先ほどの冒頭いきますね。今年で35回目を迎える日本映画アワード。すごくゆっくりやるとこんな感じですね。高く入って下がる。これ低く入ってしまうと今年でって感じで助詞が上がってしまいます。35回目を迎えるって上がってしまうので、高く入って落とす。今年で35回目を迎える日本映画アワード、タイトルのところ特にしっかり落とすと文章が終わった、ここはタイトルなんだというのが分かりやすくなりますので、アワードとしっかり下げたいですね。次もやってみますね。その授賞式の模様を時間の許す限りお届けします。わかりますかね。その授賞式の模様をって低く入って上がるんじゃなくて、その授賞式の模様を時間の許す限りお届けします。
こういうふうに、分節、意味で区切る分節のところで上げて下げて上げて下げてというのが繰り返されますね。後半もやってみますと、番組の進行を務めるのは映画評論家の A さん。これ名前のところで立てたいので、ここはもう一度上げて下げるになりますね。A さんによる受賞者スペシャルインタビューもどうぞお楽しみに。はい、最後例外的に上げていますけれども、基本上げて下げるというのを繰り返しています。スピーチトレーニング。抑揚の解説その3です。先ほど最後にやりましたどうぞお楽しみにってちょっと上げる。これが例外ですね。強調したいとき、あるいは文章にびっくりマークがつくようなとき、これお楽しみに。こういうふうに上げるとそこが強調されます。耳に残りやすくなりますので、そういう抑揚の時がありますね。例えばスペシャルインタビューをお届けするのはこの番組だけみたいな文章があったとしたら、この番組だけってしっかり上げることでそこが強調されますね。これお楽しみにのところ上げなきゃいけないというわけではなくて、先ほどの文章で例えば、日本映画アワードのところでびっくりマークをつけるとしたら、日本映画アワードみたいな感じで上げるという方法もあります。で、これ強調したいからといって全部上げてしまうとどこも強調されなくなってしまいますね。例えば後半をたくさん上げると、番組の進行を務めるのは映画評論家の A さん。A さんによる受賞者スペシャルインタビューもどうぞお楽しみにってなっちゃうと、どこも強調されなくなってしまいますので、基本の上から下、高いところから低いところというのがあって、最後が上がる。また後半やりますね。番組の進行を務めるのは映画評論家の A さん。A さんによる受賞者スペシャルインタビューもどうぞお楽しみにっていう風になると、2が強調される、お楽しみにが強調されるということです。これ本当ナレーションまだ始めたばかりという方は、明るく元気にみたいなことを意識しすぎて語尾が上がってしまうというのね、結構あるんですね。なので基本の抑揚をしっかり下げるというのができるようになってから例外もできるようになると、とてもいいナレーションになりますね。基本があっての例外っていうのはどこの世界もあるかなと思います。歌舞伎の世界でも型破りというのがありますけれども、型破りっていうのは型ができるようになって、それが身についた型がやるから型破り、型がなければそれは型なしだと言われると聞いたことがありますね。ナレーションも基本あっても例外ということで、基本をねまず身につけるということをやるとですね、とてもプロっぽいナレーションになるので、声優の方はもちろんですけれども、そうじゃない方にもやってみていただきたいなと思います。スピーチトレーニング。はい、五戸美希のスピーチトレーニング、ナレーションレッスンもやっております。個別のオンラインレッスンでいつでもどこでも、ナレーションしていただいて、そうじゃなくてこうですねって言ってやってもらって、またこうやってやってっていう、これを繰り返していくということですごく上達されている方もいますので、ナレーションに悩んでいる方もぜひご相談ください。オンラインサロンの方ではグループレッスンでナレーションをテーマにしている回もありますので、オンラインサロンもぜひお待ちしております。動画教材もありますし、メルマガの配信もやっています。メルマガは無料で毎週スピーチトレーニングのラジオを配信していますので、ぜひご登録ください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。